皆さんこんにちは、マリサです。レイムです。いきなりですがチャンネル登録者数100人突破ありがとうございます。これからも面白い内容どんどん作っていくからよろしくなんだぜ。さて、今回は昭和のウルトラマンシリーズで登場したバルタン星人たちについて紹介するぜ。まずはバルタン星人って改めてどんなキャラクターだったか知ってるか、レイム。セミみたいな顔で両腕がザリガニのハサミになっててフォッフォッフォって声の宇宙人よね。確か宇宙忍者って異名があったかしら。その通り。特徴的な見た目と声でウルトラマンシリーズでずっと高い人気を誇っているぜ。ウルトラマンをほとんど見たことない人でもバルタン星人は知っているよな。確かに一番知名度がある敵キャラクターかもしれないわね。そんなバルタン星人は過去何度も現れてウルトラマンと対峙してるんだが、今回は初代から6代目までのバルタン星人について解説していくぜ。特撮が大好きなんだよチャンネル。まずは初代のバルタン星人から説明するぜ。ウルトラマン第2話侵略者を受けにてバルタン星人は初登場したんだ。バルタン星人の科学者の核実験によってバルタン星が壊滅し、その時たまたま宇宙船で旅行中だった20億3000万人の宇宙難民のバルタン星人たちは、そのまま宇宙船で新たな住処を探して旅していたんだぜ。ちょっと待って。20億もどうやって宇宙船に乗れるっていうの？いい質問だな。バルタン星人たちは、体をバクテリアの大きさまで縮小して宇宙船に乗り込んでいたんだぜ。バルタン星人のテクノロジーと団体旅行の規模に恐れ入ったわ。宇宙船を修理しようと地球へたどり着き、その際に地球を気に入って移住しようと地球侵略を目論んだんだぜ。はじめは人類との共存も視野に入れ、嵐の体に乗り移り、体を借りることでハヤタとイデと会話し、地球の移住について交渉したんだぜ。だけど移住するバルタン星人の数が多すぎることなどから難色を示されたり、バルタン星人の苦手なスペシウムという物質が存在する火星への移住を提案されたことで、交渉を打ち切り人類を滅ぼすしかないと攻撃してきたんだぜ。そもそもミクロサイズのままなら普通に住めたんじゃ。バルタン星人は宇宙忍者というだけあって分身能力や両腕からの赤色冷凍光線、白色破壊光線、また脱皮による再生能力等様々な超能力を持っているんだぜ。両手のハサミは20センチの鉄板を切断するほどの抜群の切れ味だとか。いろんな技を持っててなかなか強そうね。そうなんだぜ。特に脱皮の能力がすごくて、防衛軍の核ミサイルを食らっても、脱皮して復活するというチートっぷりなんだぜ。バルタン星人すごいわね。そんなバルタン星人は、ウルトラマンと空中戦を繰り広げ、分身攻撃や破壊光線などの技でウルトラマンを翻弄したんだが、ウルトラマンが放ったスペシウム光線によって倒されたんだ。なるほど、脱皮能力のあるバルタン星人に、バルタン星人の弱点のスペシウムが含まれるスペシウム光線で、ウルトラマンは勝つことができたのね。そしてさらに、宇宙船にいた残りの同胞たちは、ウルトラマンのスペシウム光線により宇宙船ごと倒されたんだぜ。ちょっとそれはやりすぎじゃ？確かに賛否両論ある結末なんだぜ。たまたまウルトラマンと戦った奴が過激派だった可能性もあるし、害のない子供なんかもいた可能性を思うと胸が痛むぜ。でもバルタン星人とか特体との会話では地球人が持つ生命の概念が、バルタン星人には理解できないという旨を語っていたからなかなか共存は難しかっただろうな。なかなか考えさせられる話ね。続いては2代目バルタン星人を紹介するぜ。ウルトラマン第16話家督対宇宙兵に登場。第2話でウルトラマンに倒されたバルタン星人のうちの生き残りで、R 惑星という星に移住し、地球人とウルトラマンへの復讐を誓っていた個体だぜ。なんだか初代に比べてシャープな見た目になっているわね。さっきの悲劇を思うと復讐しようとするのも無理ないわ。ファンの中でスタイリッシュなこの2代目のデザインは人気が高いんだぜ。初代の能力に加えて新たな能力として、高波バリアー、重力嵐、スペルゲン反射鏡等があり、さらには全身を等身大の分身に分裂させることもできるぜ。さらに強力な技を身につけて復讐に来たのね。
バルタン星人は毛利博士という人物が有人金星探索を行っているのを利用し、毛利博士に乗り移って、ウルトラマンと科学特捜隊を宇宙におびき出して、ゼウスになった地球を制圧するという作戦に出るんだぜ。なかなか賢い作戦なんじゃないかしら。R 惑星にて、弱点のスペシウム光線を跳ね返すなどして戦ったんだが、最終的にはこの回で初登場したウルトラマンの必殺技の八つ咲き降臨で真っ二つにされるんだぜ。さらにウルトラマンはテレポートで地球に帰り、地球で分裂していたバルタン星人が合体し、巨大化したやつを同じく八つ咲き降臨で倒したんだぜ。ゼウスになった地球を侵略するという作戦はあっけなく失敗に終わったのね。八つ咲き降臨で真っ二つにされるバルタン星人の絵面はなかなか衝撃的ね。続いて3代目バルタン星人を紹介するぜ。ウルトラマン第33話禁じられた言葉に登場。容姿は2代目と同じで、メフィラス星人の手下として登場するぜ。だけど特に戦ったり倒される描写はなく、丸の内のビル街に姿を現した後、すぐに消えるんだぜ。一体何のために現れたの？メフィラス星人の戦いを盛り上げる演出要因といったところだろうか。続いて4代目バルタン星人ジュニアを紹介するぜ。帰ってきたウルトラマン第41話バルタン星人ジュニアの復讐にて登場。なんと、初めて地球侵略に乗り込んできた初代バルタン星人の息子なんだとか。父親の復讐にやってきたってわけね。若いからかしら、ハサミが少し小さいわね。それに黒いラインの模様も入っていて、見た目がこれまでと違うわね。見た目も違うんだが、それ以外に特徴的なのが声なんだぜ。これまでのバルタン星人の太く不気味な声に比べて、高めの声なんだぜ。そして笑い声もポッポッポじゃなくて、ははははははなんだぜ。笑い方が違うってのはなんとなく残念ね。このバルタン星人ジュニアは建設中のビルを巨大ロボットビルガモに改造して、地球人とウルトラマンへの復讐を目論んだんだぜ。直接戦わず、ロボットをけしかけてきたのね。しかしウルトラマンにビルガモを倒され、勝負はまだ1回の表だと捨て台詞を吐き、逃げ去ろうとしたところを、背後からスペシウム光線を浴びせられ消滅するというあっけない幕引きだったぜ。バルタン星人たちの文化にも野球があったのかしらね。気になるのそこかよ。続いて5代目バルタン星人を紹介するぜ。ウルトラマン AT 第37話恐れていたバルタン星人の動物園作戦に登場したぜ。興奮が豚の鼻みたいね。今までのと比べると体の色が少し薄いわね。この5代目バルタン星人は自らを宇宙でも特に優秀な種族だと考えていて、他の異星人や宇宙生物を、下等生物として母性の宇宙動物園に捉えていたんだ。一時は絶滅しかけたバルタン星人たちの社会が動物園があるほど復興したと思うと感慨深いわね。仲間を倒された恨みもあるウルトラヒーローについても同様に下に見ていて、ウルトラマン AT を宇宙動物園に送ってやろうと計画したんだぜ。ウルトラマンが動物園の檻に入っているのを想像するとちょっとシュールね。このバルタン星人は森田正夫という少年に化けて UGM 基地に潜入し、大和武史、つまりウルトラマン AT と二人っきりになったところに奇襲をかけるんだが、ヤマトはその企みを見抜いていて奇襲は失敗するんだ。このバルタン星人から下等生物とみなされているヤマトの方が実は一枚上手だったってわけね。その後ヤマトはウルトラマン AT に変身し、巨大化したバルタン星人と戦うんだが、この5代目バルタン星人は昭和バルタン星人の中でもトップクラスの戦闘力があり、AT と激闘を繰り広げるんだぜ。なんだか動物園計画とかコミカルな設定だけどちゃんと強いのね。ハサミからの火炎弾バルタンファイヤーや瞬間移動、透明化、さらには宇宙船との連携攻撃など、様々な技を駆使して激しい戦いを繰り広げるんだが、透明化を見破られ、さらに UGM の戦闘母船スペースマミーが宇宙船迎撃に出動し形勢逆転。最後は飛び上がろうとしたところで AT に足を掴まれ、ハンマー投げの要領でぶん投げられ、宇宙船にぶつけられて爆死したぜ。激しいバトルに派手なラストね。これは見応えありそうだわ。5代目の顔やタイトルや AT の知名度などからあまり人気のなさそうな5代目バルタン星人なんだが、
バルタン星人が透明化で消える合成なんかもうまく、見応えのある激しい戦闘シーンから、特撮バトルファンの中では評価の高い回になっているんだぜ。なるほど、おすすめできるバルタン星人登場回ね。続いて6代目バルタン星人を紹介するぜ。ウルトラマン AT 第45話バルタン星人の限りなきチャレンジ魂に登場。またしても復讐と地球征服チャレンジにやってきたバルタン星人だぜ。見た目はさっきの5代目と同じみたいね。この6代目バルタン星人の作戦は、5代目のわかりやすい暴力での支配作戦ではなく、地球人同士を争わせるという計画だったんだぜ。なるほど、頭を使った作戦を立てたのね。どんな内容かしら。まず偽の UFO を作って飛ばし、地球の子供たちに偽の UFO の写真をばらまき、それを元に子供同士の小さな揉め事を起こさせ、それに口出しした大人同士の喧嘩に発展させ、やがて国と国同士の世界大戦争にまで発展させて人類の自滅を狙おうという作戦だったんだぜ。本当にそれでうまくいくと思ったならおめでたいわね。初代や2代目など、初めの方のバルタン星人は人間の言語を理解せず話せなかったんだが、この6代目バルタン星人は饒舌なキャラクターで、お釈迦様でもご存知ある霊南程度の町民言葉を話すんだぜ。なんだか憎めないキャラクターね。自分の顔を模した小型飛行艇に乗り作戦の遂行中に、大和隊員に飛行船を銃撃で破壊され、それに怒って子供たちを白い光線の袋に包んで人質にし、巨大化して AT との直接対決になるぞ。自分の顔のデザインの UFO に乗ってるビジュアルもなんだか可愛いわね。5代目は強かったけどこの6代目はどうなの？ 5 代目と同じく戦闘力は高く、さらに5代目の能力に加えて、ハサミから放つ AT のサクシウム光線と同等の威力の、エクシードフラッシャーという光線を使い AT を苦戦させるんだが、最後にはウルトラスラッシュを受けて倒され人質の子供たちも救出されるんだぜ。地球侵略チャレンジまたしても失敗ね。この個体が怪獣品質機の終盤に出現した異星人で、これを最後にウルトラマンから続く、バルタン星人の地球侵略チャレンジも一旦なりを潜める感じになるんだぜ。初代から6代目までバルタン星人を紹介したけどどうだった？レイム。なんだか聞いてるうちに随分バルタン星人に愛着が湧いてしまったわ。やっぱり人気のあるキャラクターだけあって魅力的な敵だと再確認できたな。視聴者のみんなにもバルタン星人を改めて知ってもらえたなら幸いだぜ。次回の動画は応募全フォーム紹介予定よ。よかったらチャンネル登録して、また見てほしいぜ。ご視聴ありがとうございました。